実験大好き MNM です。今回はね、アマチュア無線化の永遠のテーマ STHEBIRD のね、長年の謎ですね。これについてちょっと解説していきたいなと思います。 SWR1 だとね、飛ぶのかっていうこの疑問ね、これについてね、ちょっと解説していきたいなと思います。アマチュア無線化のもう修正ですよね。けど私自身もね、やっぱり SWR 極力ね、1に向けて下げたいという思いでね、毎回必死になって調整させていただいております。SWR1 のメリット、これについてね、まずは考えていきたいなと思います。SWR とは何かっていうことについてね、簡単に説明させていただきます。もう言葉だけですけどね、簡単に言いますと、アンテナに向かう出力で、アンテナから戻ってくる出力っていうのがありますので、その戻ってくる出力との比率ですよね。それによって SWR を決めております。視聴者の方にもね、ご指摘受けたところになるんですけど、実際アンテナアナライザー、ナノ VNA、STHEBIRD、実際は測定しておりません。実際に測定しているのはね、インピダンスとかの数値を求めて、それを計算でね、SWR を求めているような形になっておりますので、正確にはね、先ほどのこの定義とは違ってくるような形になります。近似値的にはだいたい正しい数値出てますのでね、今となってはあの測定方法ももう正じゃないかなと思います。で、STHEBIRD1 の場合、アンテナから全然出力が戻ってきませんので、もう 100% 理論上はアンテナから出力が出ていきます。1.5、これ皆さんね、よく 1.5 っていう数値、取説には書かれていると思うんですけど、 1.5 で 4% だけ戻ってきますので、実際 96% のアンテナの方に行きます。で SWR2、 この辺からちょっとやばいなっていう数値経験上お持ちだと思うんですけど、これでもね、実際 89%、11% しか戻ってきません。で SWR3 ですよね。 SWR 系ですとほぼレッドゾーンだと思うんですけど、それでもね、よく見ていただくと 75%、 戻ってくるのは 25% だけです。あくまでも計算上ですけど。でここでね、一番重要になりますのが、出力が 50% 下がっても、以前のね動画でもご説明いたしましたが、 S メーターが9でもね QSO できないっていうんで、少しねこの辺のこともお話ししましたけど、計算上ですけど、基本出力が半分に下がっても S メーターは1メモリ分ぐらいしか下がらないと。機種とかメーカーさんによっても異なるんですけど、最大でも通常ですと S メーター1個分、少しね S メーターが硬いと言われるものですと半分ぐらいしか変わらない。実際はそれぐらいの数値の変化となります。 SWR のロスよりも無線機の保護回路の方が大体ね影響が大きいと思います。普通ですとね SWR が高くなりますと、保護回路が動作して大幅なパワーダウン、実際はね、大幅というよりもパワーが実際ほとんど出なくなるんじゃないかなと思います。結果的にね、そういうこともありまして、無線機を保護するためにね、アンテナチューナーっていうものが、無線機の横にあったり、無線機の中に内蔵されるようになったっていうような、ね、経緯がここにあるっていうんですか。SWR によるロスよりも無線機の保護回路の動作の方がね、実際は影響が大きいということです。この時にね、注意しないといけないのが、無線機から見るとチューナーがありますとね、STHEBIRD は1に見えてしまうと。ですから無線機にとっては非常にいい状態。でもチューナーからアンテナの方を見ると全く何も改善していないと。ある意味ここはね、重要じゃないかなと思います。STHEBIRD のね、測定は本当に難しいっていうこともね、ちょっとご説明させていただきます。要は無線機の近くでね、STHEBIRD 測定しますと、アンテナ前の同時ケーブルありますので、帰ってきた電波がね、そこで減衰してしまいますので、必ずアンテナ直下よりも良い SWR として測定してしまうということが多い傾向です。特に 1.5 以下の測定はもっと難しくなります。1.5 以下になりますね。扱う出力が小さくなってきますので、普通ならね、普通の皆さんの使っているような汎用的な SWR 系ですと、一歩間違えますと 1.2 以下の数値っていうのは実はほぼ1、正確には1ぐらいので表示してしまっているような SWR 系が結構多いとされてます。それはね、感度のいいものもあると思うんですけど、意外とね 1.2 以下っていうたら急に感度が落ちまして、もっと SWR がねよく表示される傾向があります。正確に測定するならって言ってね、これ見たことあることが人もおられると思うんですけどね、一応皆さんねよく推奨されるのが、バード社のモデル43っていう電力計、プロの方も使ってる電力計ですけどね、
これを使うと比較的正確に SWR が測定されるとよく昔から言われてます。ただね、問題点っていうのはこれ SWR 系じゃなくてこれ電力系ですので、前に進んでいく出力で、ここのねエレメントをひっくり返しにして戻ってくる出力、要は2回測定してやらないとダメなので、それが最大の問題なんですけど、やっぱりねちょっと余談なんですけど、このバード43電力系ですけど、これはね今でも皆さんマニア憧れの商品じゃないかなと思っております。私ちょっとまだ持ってないんですけどね、いつかは気持ち買いたいなとは思っております。SWR が高くなるとどんな悪影響があるのかっていうのもねちょっと説明させていただきます。特にね市販のアンテナ、市販のアンテナっていうのはね組み立てると一定以上の性能が保証されてますので、それを事例にちょっと紹介させていただきます。SWR が高い場合ですけど、市販品の場合ですとほとんどの場合がね組み立てをミスしていることが結構多いです。組み立て中にアルミパイプの長さを間違ってセッティングしている、これがね一番いい例じゃないかなと思います。設置環境の影響ですよね。特にタワーの上とかにね、20メーターのタワーの上、何もないようなところでしたらそんなに影響ないんですけど、一時期よく流行りました一戸建ての家の上に屋根馬ですよね。屋根馬で2メーターぐらいにアンテナ設置とかしますと、地上高はそこそこね10メーターぐらいありますけど、屋根からの影響とかを受けましてね、結構ね SWR 影響を受けてたんじゃないかなと思います。もう一つ、これ今でもよく合うと思うんですけどね、同軸ケーブルの問題、特にねコネクターの接続のミス、ハンダ付けですね、これに依存して SWR が高いという事例もね結構多いんじゃないかなと思います。結構ねこのコネクターがね接触不良を起こして SWR が高くなるっていう事例はね今も昔も結構あるんじゃないかなと思います。であとはね、こういうことがね起こりますと、アンテナとしてはねやっぱり正常に動いていない傾向になってきます。で逆にね SWR が低くてもどうなんやっていうこともねちょっとお話しさせていただきます。アンテナのね組み立てミスっていうのは基本はね SWR だけでね 100% 見抜くことはまず不可能だと思います。エレメントの配置ですよね。よくある数エレメント、5エレメントぐらいですとね、前後を間違えたりエレメントの長さが多少間違っても意外と SWR 給電場に影響があるんですけど、前後のエレメントっていうのはね場所によったらあんまり影響がない、若干は違いますけどね、思ったほど影響が出ない場合があります。であとここにあります位相管理、これがね数メーターとか430メガとかによくあります。同じアンテナを2本4本使うスタックって言われるやつですね。その時に一番に問題になるんですけど、必ずメーカーさんのアンテナにはこのエレメントのここは上側に、こっちは下側にって指示が合うと思うんですけど、あれを間違えますとねこの位相管理を間違えまして、ロスの説明何%下がりましたって言うんですけど、針の差にもならんことが実際は多いんじゃないかなと思います。例えば SWR を 1.5 から 1.2 に改善してガツンと強い電波が出たかっていうとね、通常だとそんなことは起こらないと思うんでね、結果的にはねやっぱりロスが低下しても針の差にもならんことが多いっていうのはね事実として認識必要じゃないかなと思います。アンテナの飛びの条件、よく飛ぶアンテナですよね。一般的には指向性がある、利得があるっていうことですよね。であと打ち上げ角度が低い。であとロングワイヤーのようなアンテナですとアースの効き具合ですね。アースがよく効いてるがやっぱりねこの飛びの条件になると思うんですけど、実際はね SWR とはねあまり関係がないことが多いです。こういう指向性打ち上げ角度っていうのは実際電解強度計というまた別途の測定器を使って測定しないとわからないので、 SWR が良くなったからって言って電解強度が上がるかどうかっていうのはまた別問題ですので、正直言ってね別の測定器で測るまではようわからないっていうのが正解だと思います。でこちらのアースの効くぐらいもね皆様やっていただいたら分かると思うんですけど、意外とようわからない。 SWR だけでいくらでも1ぐらいまで下がりますので、実際はね全然よくわからないのがね現実じゃないかなと思います。 SWR だけをね必要以上に追求しても得るもんは正直言って少ないんじゃないかなと思います。で逆にね SWR1.5 以下が正解なんか、これもね長年の皆さんのテーマだと思うんですけど、やっぱりチューナーを使ってガンガンね SWR を下げてると、このチューナーだけでも結構ロス多いんですよ。ほんま 10% どころかそこそこあるんでね、SWR が高い
分まだロスがありますけど、チューナーもロスがあるんでね、まあガンガン使わない方がいい傾向ではあると思います。であと同時ケーブルが正常に動く、実際はこっちの方が影響大きいと思いますね。やっぱりね、同時ケーブルっていうのは通常50オーム前後、まあだから 1.5 でいうと75オームとかね、30ちょっと数オームぐらいまでだと同時ケーブルらしく動いて、それ以上になりますとね、同時ケーブルとしてもう動かなくなりますので、いい例がね、よく7メガのフルサイズのダイポールに 3.5 メガをチューナーで乗せちゃうっていう荒技、皆さんもされたことあると思うんですけどね、あれがいい例なんですけど、要は給電している同時ケーブルにも波が乗っちゃうと。なぜ乗るかと言いますと、同時ケーブルにはもうないから波が乗るっていうんですか。確かにね、電波は出るとは思うんですけど、経験上はね、そんなに飛びは良くなかったんじゃないかなと思います。この辺はやっぱり OM 各局の、経験が最優先っていうんですか。やっぱりアマチュア無線やってトラブルのようなことはね、しない方が楽しいと思いますので、そういう考え方っていうんですか。そういうとこから見ますとね、取り急ぎいろんな先ほど説明した理屈もあるんですけど、1.5 以下を目標にっていうのはね、やっぱり正解じゃないかなと思います。とりあえずやっぱり目標がないとね、何でもかんでもありますので、取り急ぎは 1.5 以下を目標に送信しましょうっていうのがね、一つのもう定義になってしまったんじゃないかなと思います。今回のまとめなんですけど、 SWR はアンテナの健康状態の目安であると。あくまでも目安なんでね、先ほどもご説明したんですけど、目安であって下げたから電波が飛ぶのかっていうのは別問題ですけど、いつもね SWR1 のアンテナが突然 1.5 とか2になったらやっぱりそれはなんかおかしいと思うので、そういうね比較対象として使っていただくと。最近住居の環境によりましたら、帯域の狭いアンテナですと SWR 端の方行くと高くなりますので、もうそれはね、もう先ほども説明して分かられているとは思うんですけど、仕方ないことですので、チューナーを上手に使っていただいて SWR を下げて運用を楽しむっていうのも一つのやり方だと思います。ただ先ほども説明したね、同時ケーブルが同時ケーブルとして動かなくなりますので、そういう危険性もね認識していただければ楽しくアマチュア無線楽しめるんじゃないかなとか思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。